格闘技始めた時からもうずっと言われてるのはやっぱいいよねっていうふうに言われることが多くて、竹刀が拳に変わっただけっていうか、お子さんをお持ちの方とか剣道やらせるメリット非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうも、剣道2段三上henry大地です。今日は剣道のいいところ3選やらせていただきます。まず私剣道をやって本当に良かったなって思うことはすごいいっぱいあって、まず第一に、私格闘技をやるにあたっていろんな要素がありますけど、すごく大事な要素の一つで相手との距離感がすごい大事なのかなっていうふうに思ってて、打たれたりとか自分が打ったりとかして距離感っていうのが学んでいくものなんですけど、剣道をやったことによってその脳にあまりダメージを蓄積させずにそこら辺の感覚が養えたんで、格闘技始めた時からもうずっと言われてるのはやっぱ距離がいいよねっていうふうに言われることが多くて、そこはすごく剣道のおかげなのかなっていうふうに思います。あとは格闘技でいうと剣道のスキルをそのまま運用しているものといえばやっぱり間合いと足さばきと、あとはそのタイミングですよね。カウンターとか取るタイミングは全部剣道から来たなっていうふうに思います。素人目からすると総合格闘技は竹刀がないわけな。竹刀がなくてもその距離感っていうのはつかめるもの。動かしてるのは自分の腕じゃないですか。なるほど。自分の腕より長く伸びることはないじゃないですか、竹刀が。お互いの剣先が触れる位置だったとして、ここら辺だったら届くな届かないなっていうのは分かるわけじゃないですか。その人の腕よりは伸びないわけだから。で足使ってこうパーンって距離詰めてくることなんだけど、でもそれって格闘技と同じで竹刀が拳に変わっただけっていうか、だから腕の距離が伸びない限り格闘技で手が触れるか触れられないかの勝負になった時でも同じ感覚になるっていうか。タイミングっていうのはタイミングはもう純粋に竹刀の方が早いから、相手が動いた後に反応しちゃうともう手遅れなんで、相手の怒りみたいなこうグッっていう動きを察知して動かないといけないんで、それはタイミングを取る感覚が非常に養われますよね。察知力みたいな。そう。怒りをね読む力ですね。足さばきっていう部分もバックグラウンドに剣道がなかった総合格闘家とは違う足さばきをしているってこと。そうですね。最近のボクシングを見てたら結構その武道的な足の動かし方をしてますけどね。ロマチェンコとか、レスリングから来てるのかな。そうこう前足を出して後ろ足を出すんじゃなくて、後ろ足を出した後に前足を送るとかいう動きがすごい多くなってきてるので、それを見るとなんか剣道から来てるのかなとか思ったり、剣道もねいろんな足の動かし方はあるんですけど、ただやたら細かく足を動かさないといけないんで剣道は、だから大きいやつでもちっちゃいやつでも同じぐらい足は動かさなきゃいけないんで、私みたいな身長でも割とステップワークは、他の重量筋と比較したらちょっとはこう軽やかなのかな。分かんないですけどね、俺の足さばきどうだいみたいなぐらいに思ってるってわけではないんですけど、客観的に見て足は動く方だと思うんで。2つ目は自然とね礼儀作法というか、目上の人に対する接し方が自然とこうできるようになったのはあるのかなというふうに思います。今の時代はねもはやこう上下関係とかあるのっていう感じの時代だとは思うんですけど、それでもやっぱり先輩を慕うとか、上司に対する態度とか、取引先に対する態度とか、自然と好かれるような相手に対する対応ができるので、何もこう無意識にやってることがなんか礼儀正しいねとか言われて、全然礼儀正しいつもりないんだけどみたいないう場面が結構あったりしたんで、お子さんをお持ちの方とかいらっしゃるんだったら、そこ剣道やらせるメリット非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。礼儀作法についてはもうまさに上下関係からとか、先生に対して礼をするとか、そうやっぱりすごい厳しい世界ではあるんでしょうか、礼儀作法。いやどうなんですか、今ではもう全然そんなないんじゃないですか。私の頃はね、私の頃って言ってももうゆるゆるだったっていうふうに言われてましたから、それでもある程度は残ってましたもんね。今はどうなのか分かんないけど。
で3つ目は生涯できるっていうことですかね。60過ぎてもバリバリできるっていう本当にしっかり汗かきながらできるのって剣道ぐらいなんじゃないのかな。レスリングはまあなかなかできないし、ボクシングもね60超えて人と競い合うようなこともできないし、柔道はもちろんねできないし、って考えたら剣道は対人競技の中でも割と年齢重ねてもできるんで、やっぱ剣道やってる人でこう頭がぼやっとしてる人ってあんまりなかなかいないというか、みんな結構運動習慣が身についてるんで、すごいこうはっきりしてる人が多いですよね。まあ私の体感なんでそれにエビデンスがあるかどうかは分かんないですけど、障害武道、障害スポーツっていうのはすごい剣道のいいところなのかなと思いますね。剣道っていうのは剣道指導ってからも強い人は強い人、はい、でもやっぱりどうしてもスピードとか落ちていく。横から見たスピードと体感のスピードって違うんで、だから年が取ってくるとその相手にどうやってバレないように竹刀を近づけるかっていうような技術がすごい上手な人が多いですよね。まあ試合ってなるとね、やっぱこうっていうこういうスピード、瞬発力とかが大事になってくるんだと思うんですけど、なんか本当の切り合いになったら多分年いってる人の方が強いんじゃないかなと思いますね。はい、本当に相手を殺すっていう意味での切り合いだったらね。それやっぱその長年の経験とか、そうそうそう、はい。あとは精神力とか、あと年いってる先生の方が切り合いをイメージして稽古されてる方が多いので、その方たちと実際に手合わせして、一本パーンっていいのが入っても、いやその前になんか切られて、あれ受けで切られてるかもしれないなみたいなのがあったりするんで、若い世代でそういう感覚でやってる人がいるかって言ったらあんまりいないと思います。私も剣道現役でやってた時はそういう感覚で剣道やってなかったんで、もう本当当てるか当てられないかみたいな感覚でやってたんですけど、本当に一発当たったら終わりの世界に入ってからより剣道の深さが分かったっていうか、こう一発当てられたらね、いいの入ったらもうそのまま KO みたいな感じじゃないですか。やっぱ KO されてからより一層剣道の凄さを感じたっていうか、一歩取られても2本取り返せばいいとかっていう世界でやってるうちはこう分からない世界があるような気がしますね。はい、逆に競技から退いた方が人を切る技術とか人と相対してなんかやるっていう技術は上がるのかなって思いますね。本当にそういうそうやって見えてくるんで、切り合いだったらこうだよなってイメージで稽古ができるようになると思うので、私もそういうイメージで剣道を見るようになったし、実際に自分が練習する時もそういう気持ちでやれるようになりましたね。はい、そうですね。切り合いと試合のものは当然違う。違いますね。もう首に刃立てるだけでね、動脈切れちゃったりとかありますからね。脇の下にとかね。って考えたら面当てただの、小手当てただの、胴当てただの、もう結構ちっちゃな話で、だからそれは格闘技を始めてからより一層思いましたね。剣道よりかは切り合いに近いんで、格闘技の方が命のやり取りに近いんで、より一層剣道の素晴らしさを身に染めて分かったというか、はい、ということで、大変おこがましいんですけども、私のようなね中途脱落者が剣道を語るなと言われるかもしれないんですけども、私の経験の中での剣道の良さ3選ということでした。また次回の動画でもお会いしましょう。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。こういう子なんですよ。いやリアル感大事でしょ。それが面白い。